こんにちは、ふうです。車中泊旅を始めて3年。最初は暖房設備やポタ電もなしにマイナス20度の山奥で車中泊をしていました。今考えると頭がいかれているとしか思えませんが、最近では冬山でも快適に過ごせる最適解が分かってきたので、皆さんに紹介していきます。まずは最強の寝袋を紹介します。私はカリンシャーのディフェンス4という軍用基準の寝袋を使っています。この寝袋は快適温度マイナス 8.8 度、下限温度マイナス15度、極限温度がマイナス35度です。過酷な冬山でも快適に眠れているのはこの寝袋のおかげです。この寝袋のいいところは丈夫な化学繊維を使っているので耐久性がものすごく高いところです。別に潰して押し込んでも破れる心配とかないんですよ。毎年このシーズンには品薄で買えなくなるので、気になる方はぜひ概要欄から覗いてみてくださいね。カリンシャの寝袋だと街中での車中泊では暑くて汗をかくので、春焼け用の寝袋もあります。3年前に4000円で買った寝袋なんですけど、さすがにガタが来ているので補修しながら使っています。快適な車中泊にはマット選びも欠かせませんね。私が使っているのは国民というメーカーのシングルマットです。もともと九州旅での連泊に備えて買ったんですけど、快適すぎて家と同じぐらい眠れます。程よい厚さで床からの冷気も遮断してくれるのがありがたいです。このマットにカリンシャの寝袋を合わせれば鬼に金棒です。程よい柔らかさで厚さも7センチぐらいなので室内光にもほとんど影響しません。しかもこんな感じで下の収納に収まるので生活スペースは確保しながら快適に眠れます。私は非日常の異世界な雰囲気が大好きなので、撮影のために吹雪の中、車外に出ることも多いです。厚着しないとさすがに死ぬので、何重にも着込んで防寒をしています。ユニクロの極暖ヒートテックやウルトラライトダウン、バイク用の防風インナーなどをたくさん重ね着しているので、動きにくいですがとても暖かいですよ。ずんぐりむっくりで草。次は暖房設備の紹介です。こたつや電気毛布などいろいろと試しましたが、私の中では最適解はストーブでした。もちろん一酸化炭素中毒の危険もあるので、注意点や対策をお話ししていきます。まず車内でストーブを使うには換気を徹底することと一酸化炭素チェッカーを使いましょう。換気はストーブ近くの窓を開けているのと、運転席、助手席の窓も開けて空気が流れるようにしています。70のバイザーはやたらとでかいので雨が降っても安心です。今回は念のため車内用の換気扇も買ってみました。朝の結露対策にもなりそうなので活躍に期待です。本当に効果あるんですかね。そして一番大事なのは一酸化炭素チェッカーです。日本製のコアランというアイテムと欧州で認定を受けている PT テックのアイテムを使っています。去年はコアランだけでしたが、万が一に備えて2つあった方が安心だと思ったので買い足しました。念のため正常に作動するかテストをしておきます。一酸化炭素チェッカーは空気中の一酸化炭素濃度をリアルタイムで表示してくれて、少しでも危険のある濃度になるとすぐにアラームが激しくなるので安心です。万が一不良品に当たると命に関わりますから、使用前にちゃんとテストをしておくと安心ですよ。ネットで見るとアホみたいに安い一酸化炭素チェッカーも売っていますが、デタラメなメーカーが使っている1000円台の一酸化炭素チェッカーだとアラームが鳴らないものがあったり、不具合も多いようです。そして次に大事なのが運搬方法です。そのまま車載すると灯油が漏れて大変なことになるので、外せるものは外して運搬します。まず燃焼管はガラス製なので割れないように外して布に包みます。燃料管も入れたまま運搬すると灯油が吹き出すので密閉袋に入れて運んでます。密閉袋はダイソーのアウトドアコーナーとかで買えますよ。なるべく現地で灯油を入れるようにしているので10リットルサイズの小さな灯油タンクを積んでいます。車内でも取り回しが効くので燃料補給に便利ですよ。ストーブ自体も動かないようにめちゃくちゃ強力なネオジウム磁石で車体に固定して運搬しています。この磁石は強力すぎるので指が挟まると大怪我をするので気をつけてくださいね。ボコボコ揺れる雪の林道で遊ぶこともあるのですが、これなら安心です。
3年間いろいろ試しましたが、電気を使うのに比べて灯油は圧倒的にコスパが良く、結局ストーブに落ち着きました。これからも細心の注意を払って使います。マイナス10度とかになってくるとスマホの電源がいきなり落ちたりするので、スマホはなるべくカイロと一緒にポケットに入れるようにしています。孤独な雪山ではスマホが生命線になることもあるので、スマホの充電はとても貴重です。冬山登山の時もポケットにカイロを入れてスマホを温めていました。私のドローンは中古の型落ちモデルなので、動作温度の加減が0度です。冬山こそ空撮したいので、いつも直前までバッテリーを温めています。そしてしばらくアイドリングして機体を温めてから飛ばせば、冬山でも問題なく使えますよ。冬山のドローン映像は圧巻の一言なので、これを撮影するために旅に行っている部分もあります。毎回言っていますが、風チャンネル史上一番買ってよかったものはドローンです。旅の目的の一つにドローンでの空撮があるぐらい、操縦も撮影も大好きです。飛行可能場所はフライトナビというアプリで一目でわかるようになっています。ただフライトナビで飛行可能場所になっていても、ほとんどの場所では管理人の許可が必要になりますし、必要な手続きを踏まなければ飛ばせない場所が大半です。あらかじめよく調べていても、旅先に着いてから実は飛ばせませんでしたってこともしょっちゅうあるし、申請にも時間がかかります。それでもドローンで撮った映像は素晴らしいですし、後で見返すとここの景色良かったなとか振り返れるので、一生の宝物です。今年のクマの多さは異常なので、クマスプレーを用意しています。私のようなチンチクリンが山奥でクマと出くわしたら、なすすべなく瞬殺されてしまいます。そもそもクマと遭遇するような場所では絶対に車から出ないようにしていますが、いざという時の備えですね。薪割り大好きなので斧もあります。冬の焚き火は暖かくて心地いいので、今年もたくさん薪割りしますよ。そしていざという時は肉弾戦にも使えます。プルタブが取れたトマト缶を叩き割るのにも使えました。こういうアイテムがあると何かと便利ですね。物ってなんだか魅力的で集めたくなります。万が一スタックした時のために、冬は背面タイヤにスコップをつけています。スタックした時以外にも冬のキャンプ場の整地とかにも使えますよ。何よりかっこいいし、いろいろ遊べて楽しいです。スコップホルダーについて質問をいただいていたんですけど、このスコップホルダーは再々販の背面タイヤステーだと取り付けできません。再販の方の70の背面タイヤステーなら、そのままスコップホルダーを取り付けられるので、再販70のタイヤステーに付け替える必要があります。再販70のタイヤステーはそのままポン付けできるので、加工も必要ないですよ。毎回紹介しているオイルパンです。これは洗面台として使っていて、防犯上夜はなるべく外に出たくないので、車内で歯ブラシや洗面をするときに使っています。3年間大きな破損はなく使えています。ただここに小さな穴が開いていたので、養生テープで塞いでいます。このオイルパンはアストロプロダクツとかで買えますよ。100均で買えるゴムロープをこんな感じで使っています。いろいろなものを引っ掛けられて便利ですよ。去年はパンクしたタイヤを交換して濡れたグローブを干したりしました。ポータブル電源はブルーティーの 2000Wh のものと 300Wh のものを使っています。冬はストーブがあればほとんど電気を使わないんですけど、ドローンやカメラ、パソコンなどの充電に意外と電力を使うので、巨大なポタ電を持って行っています。撮影なしで車中泊旅をするときは 300Wh のポタ電しか使っていません。電気毛布を使う場合は大型の方が良さそうですが、積み下ろしが死ぬほど大変なので、なるべく小型で済ませたいです。電波がつながらないと不安なので、一応ポケット Wi-Fi を持っています。楽天のキャンペーンで1円で買ったんですけど、電波ポンコツすぎて全然使っていません。パソコン使うときにたまに使う程度です。車中泊の必須アイテムとして LED ランタンがあります。私はバッテリー内蔵のタイプを使っています。初期に買った電池式のものもありますが、電池って意外と高いですし、処分も面倒なので、充電式の方が色々と便利です。明るさの調節もできてとても便利ですよ。LED ランタンについてはコメントでよく聞かれるので、概要欄にリンクを貼っておきますね。ランクルとかジムニーは車体にマグネットが貼り付くから最高です。
ということで、ランクルが納車されて1年半、いろいろと試行錯誤して、冬も快適に過ごせるようになりました。今年の冬も秘境探索の旅に出ますので、よかったらまた見てくださいね。じゃあまたねー。